ストレイキッズのパパ、バンちゃんはアイエンの前でだけは弟になる。親子図のほっこりシーン。ストレイキッズのリーダーで、7人のパパとも呼ばれるバンちゃん。バンちゃんが孤独を耐えたゆえに愛が重く、自己犠牲も厭わない、筋肉美のスーパーリーダーであることはこちらでご紹介させていただきました。さらにこの男、とんでもないギャップが。今回はバンちゃんのメンバー愛の続編として、キッズたちのパパであるバンちゃんがアイエンの前では弟になってしまう、可愛い親子図の関係性について注目していきたいと思います。ストレイキッズは全員が仲良しでそんな姿も尊いですが、2人や3人ずつのグループで見てみると、案外ちぐはぐだったりアンバランスだったり、面白いケミが見られるのもストレイキッズが沼な理由の一つ。以前は4次元リノと超人見知りの班だけどお互いを尊重し合っててぴったりなカップル、ミソについてと仲がいいのになんだかギクシャクしている関係性が面白いリノとスンミンのケミ、離婚危機についてお話しさせていただきました。長男のバンちゃんと末っ子のアイエンのケミはステイの間で親子図と呼ばれています。2人の関係性がよくわかるシーンの数々をご紹介。まずは2キッズの内緒の話と音楽が共にある場所、2キッズショーで長男と末っ子図としてバンちゃんとアイエンが出演した時の出来事。 MC のチャンビンからは、微笑みがとても綺麗な方々でステイが愛する細めの2人と素敵すぎるご紹介。チャンビンからの長男末っ子図、誰が長男ですかという質問にアイエン、僕が長男です。バンちゃん、僕が末っ子です。とにこやかに回答。おい、もう関係性が逆転。しかし続きを見ると確かになぁと思わされます。最年長と末っ子だと壁を感じることもあると思いますが、バンちゃんはアイエンを末っ子としてではなく、アイエンとして性格を見ており、兄弟としての境をなくして接しているそうです。もしアイエンがいなくなったらどうするの問いに対してバンちゃんは、もしアイエンが逃げたのなら尊重するし、何かあったのなら探しに行くと迷うことなく答えています。好き。ここまではそうですね。リーダーとしてパパとしてのバンちゃんですが、チャンビン、ファッションリーダーとしてアイエンさんから見て、バンちゃんさんのファッションはという質問に、本当に素敵ですとアイエンからお褒めの言葉をいただいたバンちゃん。それを聞いてバンちゃんは、本当にとそれは嬉しそうなリアクション。台本にないチャンビンからの問いに、そわそわしながらクッションを撫で始め、裏返った声で興奮気味に喜ぶバンちゃん。急に弟になりました。何この光景かわいいんだけど、すでにテレテレチャニに対して追い打ちをかけるようにチャンビンは、バンちゃんさんこれは最高の褒め言葉ですよ。アイエンも、本当に素敵ですよ、と煽る。バンちゃん、アイエンさんが一番好きな服は何ですか？何々なんの質問。要するに末っ子が好きな服を着たいということでいいですか？それかあれですか、末っ子の好みを知って寄せてく感じでしょうか？この問いは付き合う前のカップルのようですけれど大丈夫でしょうか？当卓は過剰解釈をして高まってしまうところですが、さすが末っ子長男アイエン。冷静にどの服が好きかを考え、昨日インスタにアップした衣装がすごくよく似合ってましたよ。SNS を見る会がありますね。と一言。SNS 本当に面白いです。と答えている横で褒められたことをかみしめながら、まだクッションから手を離せないでいます。最年長のリーダーです。もしかしたら脳内で、アイエンの好きな衣装はあんな感じか、と考えていたのかもしれませんね。そしてそんなバンちゃんのファッションを褒めてるアイエンのお花セーターが同じの欲しいと密かにステイの間で話題になっていたのでした。さすがです。2キッズショーのラストでは2人で生み出した楽曲を披露してくれるのですが、楽曲誕生のエピソードでもバンちゃんの末っ子ぶりが明らかになりました。スタート地点はアメリカツアーの最中の宿泊先。バンちゃんは事前に連絡をせず、アイエンの部屋のドアをいきなりノック。バンちゃんは、何してると尋ねるとアイエンは、ゲームをしています。するとバンちゃんが、じゃあ一緒に曲を書くという会話から楽曲制作が始まりましたって。そんなことあります。部屋に突撃してその流れで曲を作るってなかなか聞いたことがありませんけれども、信頼が強い。
それはそうと連絡をせず部屋に突撃をしてもお兄ちゃんの愛縁なら構ってくれるという自信があっての行動だったのかもしれないと思うと、普段から2人が仲良しなところが伝わってきますよね。末っ子に甘える長男の様子を想像しただけでご飯が美味しいです。そうして誕生したバンちゃんと愛縁の楽曲はブラックホール。僕たちがすれ違っても君からは抜け出せない、もっとハマっていくという意味があるそうです。なんて重たくて深い表現なのかしら。親子図の関係性にステイの反応は、イエンちゃんにファッションとかインスタ褒められて照れてるちゃに可愛すぎた、あのクッションまたイジイジしてた、照れたら手持ち無沙汰になるんかな。2人のふんわりした空気感と会話が尊くて、このできた末っ子とできた長男だからスキズの兄弟のバランスが取れてるんだろうな。愛縁とチャニの性質の相性も心地よいね。さて、そんなただただ幸せオーラがあふれる親子図は至る所で親子図してくれてます。キッズたちは最近ぬいぐるみを強く掴む癖があるのですが、リノさんはデフォです。でも親子図は違います。パパの愛縁にぬいぐるみをもらって喜んでいる子供ワンちゃんのように見える、お手本とも言える場面をさらっと見せてくれます。もう愛でしかないです。バラエティコンテンツスキズコードのエピソード37でキッズたちがネイルやパック、サウナを楽しむ回ではワンちゃんは真っ先に愛縁に愛縁さん僕がやってあげるよと可愛いマンネにネイルをしてあげたいリーダー。愛縁ははいしてくださいとなぜかガラガラ声で返事し、ワンちゃんが丁寧にネイル、ワンちゃんが愛縁の爪に丁寧にラメを乗せてあげると愛縁はピカンポンチョ。しかし隣のパック組がワイワイ楽しそうなのを横目で見て、愛縁は動きたくてうずうずしだすと、じっとしていてとワンちゃんに強めに叱られてしまいました。ちなみにこの時ヒョンジンがスンミンにキュウリを顔面に叩きつけられていた衝撃映像についてはこちらで詳しくお話ししております。ライブ中でも親子綱シーンがたびたび。ストレイキッズセカンドワールドツアーマニアックインジャパンに収録のバックドア歌唱中のこと。膝をついて手を取ってと言わぬばかりのワンちゃんのアピールに持っていたマイクを持ち替えてまで答える愛縁。満面の笑みで嬉しそうに歩き出すこの2人は本当に尊い。可愛すぎるっていかがでしたでしょうか。ワンちゃん本当にずるい男です。愛縁これからも弟をよろしくね。コメントや高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。